どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ、今日の動画は最新の iOS17.4 にアップデートしたらですね、iPhone のモバイル通信の利用ができなくなったとか、あとは電波の状態がね、今まで以上に弱くなって通話もできない状態とか、あとは最悪なケースとして iPhone が圏外になってしまって全く利用できなくなっているとか、そういったモバイル通信関連の相談がね、複数件以上寄せられてきましたので、これらの問題について、原因であったり、対処方法についてね、この後しっかり解説していきたいなと思います。一応このテックスタイルチャンネルの方では、こういったね、情報発信もしておりますので、今回の問題が今見ていただいている視聴者の方がね、発生していなかったとしても、今後ね、ひょっとしたら役立つ情報が見れるかもしれませんので、ぜひね、これを機会にチャンネル登録、高評価していただいて、最後までご覧ください。では、スタート。では、今回のですね、最新の iOS17.4 がもう一般リリースされているんですけれども、どうですか皆さん、この iOS アップデートもう完了しておりますか？結構ね、このアップデートに関しては躊躇する方とか、アップデートすると不具合起きるんじゃないのとかですね、アップデートすること自体をね、不具合が起きる、いろんな材料が周りにあるので、結構躊躇している方も多いのかなと思います。そういった材料の一つのうちに僕のチャンネルとかもあったりするのかなと思うんですけれども、これね、誤解してほしくないのは、僕はね、このアップデートをやめてほしいっていうわけではないんですよね。どちらかというと推奨しているんですよね。ただ、やっぱ実際問題としてアップデートしたことによって何かしら問題が起きて、僕のところに相談に来ていただいている方もたくさんいるので、そういった方がいるんだなと、複数件重なってきたんだなってなると、こういった動画を通じて、この問題発生している方がもしね、この動画を見ていただければ、参考にしていただいて、改善できればいいかなと思っております。なので僕個人的に言うと、iOS のアップデートの後のね、いろんな問題、不具合っていうのは、ほぼ改善できるんじゃないのかなと思ってはおりますので、もしね、何か不具合とか問題とかあれば、相談に来ていただければなと思います。でそんな中で、今回お話しする内容としては、このアップデートした後に、このモバイル通信利用できなくなったとか、電波が非常に弱くなったとかね、iPhone が圏外になった。全体的に言うと、モバイル通信関連の、不具合、問題っていうふうに、一括りにしておりますけれども、これね、実は別々の問題なんですよね。例えば、皆さんそういった問題が起こった時に、基本的なね、これやったら治るんじゃないかなって思う作業は、ほとんどの相談者の方っていうのはもうやっていただいてるんですよね。例えば、再起動ですね。もうこれはもう皆さんごく簡単にやっていただける作業なので、いやもう再起動はしましたっていうのが、一つです。そしてもう一つが、機内モードのオン、オフですね。コントロールパネルから機内モード、オン、オフってやっていただくことによって、改善するパターンもあります。なので、この再起動と機内モード。そしてもう一つが、SIM カードの抜き差しですね。こういったこともやっていただいている方も非常に多いです。なので、ある程度、基本的な操作というか、これをやったら治るんじゃないのって思われているような操作をやっていただいた上での、対処方法をこの後ね、ちょっと話していきたいなと思います。なので、再起動や、ネットワーク設定のリセット、機内モードのオン、オフ、SIM カードの抜き差し、このあたりはもう基本的にやっていただいたことを前提に、それ以外のことをね、ちょっとね、追加としてね、対処方法を話していけたらなと思います。まず一つ。今言った SIM カードの抜き差しなんですけれども、当然これはやっていただいた方がいいんですよね。でそこでもし可能であれば、例えば友人、ご家族、ご自身が今まで持っていた iPhone 端末でも構いません。そちら側の端末にその該当する SIM カードを挿してみてください。要はこれ何をやりたいかというと、SIM カードに問題があるのか、それとも iPhone 端末、iPhone 側に問題があるのかっていうのを分ける作業になります。例えば、この SIM カードを今まで使っていた iPhone 端末に差し込んだところ、例えば圏外にならなくなったとか、電波がバッチリ立つようになったとかね。あとは、利用できない、モバイル通信が利用できなかったものが、こっちの過去の端末だったら利用できるようになったっていうことであれば、そもそもこの SIM カード自体はちゃんと動作しているっていうことがわかります。で、ここで問題の切り分けがちゃんとできているので、だったら、この iPhone の、この本体ね、こちら側に問題があるんだなっていうことが、わかるので、そうなってくると iPhone の物理的な故障なのか、それとも iPhone の中に入っているデータが問題なのか、
iOS 自体がもうそのものが問題になっているのかっていうのをちゃんと切り分けることができます。なので SIM カード自体がちゃんと動作しているんであれば、そういったことがわかるよっていう操作になりますので、もしね、この SIM カードの抜き差しするときにですね、別の端末があれば、一度ね、そちらに挿していただいて、この SIM カード自体がちゃんと正常に動いているかどうかということを、判断していただければなと思います。でもしこれ逆のパターンで、別のデバイスというかね、別の端末に挿しても、同じ症状、iPhone が圏外だったら圏外のままとかね、そういった同じ症状が出ているんであれば、この SIM カード自体がちゃんと動作していないっていうことになるので、それだったらもうキャリア、店舗なのか、ここがね、この SIM カードが、例えば格安 SIM とかだったらどうなんですかね、配送とかになるのかな。そのあたりは各キャリアのちょっと対応になっちゃうんですけれども、SIM カード自体が問題っていうことであれば、再発行なのか交換なのかね、そういった手続きをやっていただければなと思います。なので、SIM カードの抜き差し、プラス追加の作業として、こういった操作方法もあるよっていうね、認識を持っていただければなと思います。そしてもう一つなんですけれども、もう一つはですね、キャリア側の確認作業っていうことですね。これはいろんな意味のこのキャリアの確認なんですけれども、例えば契約しているキャリアで通信障害か何か発生していないかどうかの確認ですね。当然皆さんこれはすぐわかると思うんですけれども、今年のね、元日に発生した能登半島沖のような大きな地震があった場合は通信障害が発生するよね。このあたりはね、皆さん十分理解されると思います。ただですね、このキャリアも例えば一部分のこの基地局のメンテナンスをやったことによって一時的にこの通信障害が発生するっていうことは、結構ね、あるんですよね。特にau さんとかドコモとかソフトバンクとかって、大規模、日本全国大規模にこの基地局エリアを持っておりますので、そこで何かしらのメンテナンスをやったときに、一時的に、例えばシステムを動かすのに再起動をかけたとか、そのタイミングで通信障害が起こるっていうことは十分に考えられます。で、その時にですね、例えばX であったりだとか、そういった公式のね、アカウントの、この SNS 関係を見たとしても、リアルタイムに情報がね、出てきているとは思えないので、そういった時はですね、このキャリアのホームページ等を見に行っていただいて、電波の通信障害のリアルタイムな情報を確認していただければなと思います。最近で言うとね、1月2月も、ドコモであったりとかね、au さんとかでもね、通信障害、一部の地域でね、発生してたりすることもあったので、そういった原因も少しはちょっと可能性はあるのかなと思います。ただ僕個人的には、その大規模になってくると結構ニュースになったり SNS もわっと湧いたりするので、可能性としては低いのかなと思いますね。その中でも皆さんがね、使っている iPhone のモデルをちょっとね、確認してほしいんですよね。これなんでかというと、例えば iPhone 12以降のモデルを使われている方っていうのは、5G が利用可能な iPhone モデルなんですよね。で、この 5G 対応の iPhone モデルを使っている前の機種ですね。例えば iPhone X から iPhone 13に機種変更したときに、キャリアに SIM カードの交換であったりだとか、5G が利用できる料金プランに変更しているかどうかが問題なんですよね。これは僕も実体験なんですけれども、もともと iPhone XS Max を使っていたときに iPhone 13を使ってました。13 Pro Max をね。で、この時って僕ソフトバンクと契約しているんですけれども、別に SIM カードの交換しなくてもよかったですし、別にこの料金プランをね、変更する必要もありませんでした。その当時はね、ソフトバンク。ただ他の au さんであったりドコモさんっていうのは、この12以降の端末に機種変更したタイミングで SIM カードの交換、そして 5G の料金プランが必須項目になっておりました。特に au はね、もう必須でしたね。ドコモはその当時ね、ちょっと記憶がうろ覚えなんですけれども、そのまま使うことは可能だけれども、品質の保証はしませんよ、みたいなね、ホームページに条文があったんじゃないかなと思います。なので、どちらにしても au であったりドコモっていうのは、この 5G の料金プランとか SIM カードの交換っていうのが、ちょっと条件としてあったんですが、その当時はまだね、僕が13 Pro Max 使ってた時って、ソフトバンクはね、そのまま使えてたんですよね。ただ、今回この13 Pro Max から15 Pro Max に機種変更した時にですね、ソフトバンクに言われたのが SIM カードの交換、そして 5G 対応の料金プラン変更、これが必須になりました。なので、ひょっとしたら、例えばね、以前使ってた iPhone 端末、5G 対応じゃなかった端末から、今だったらね、14とかね、
15とか機種変更された方で、SIM カードの交換であったりだとか、料金プランのね、変更をせずに、そのまま SIM カードを挿して、これまで使ってた方ではないのかなと思います。で、ここでユーザーさんが思われることもわかるんですよね。例えば今までね、機種変更してずっと使えてましたよと。ね、こういった方も相談者の中にはいらっしゃいました。ただ OS のアップデートをしたことによって利用ができなくなった可能性もありますので、そういった方はですね、それに該当される方、機種変更して 5G 対応の iPhone モデルを買われた方は、ご自身の契約プランとか SIM カード交換したかなとかね、そういったところをね、ちょっと確認してみてください。キャリアの方にね、確認していただければいいかなと思います。あとはですね、もしこの動画を見ていただいている iPhone ユーザーの方で、セキュリティアプリとかね、この iPhone の中にインストールされている方がもしいらっしゃれば、そのセキュリティアプリが何かしら原因になっている可能性もあります。これは過去のね、事例からお伝えすると、例えばネットにね、繋がらなくなったとかね、通話ができなくなったとかね、そういった問題の時に、何かしらこのセキュリティアプリが、ちょっとね、悪さをしてた時っていうのがあったんですよね。で、そういった時っていうのは、この機能をオフにするか、セキュリティアプリを削除していただいたことによって、改善しましたっていうふうにね、報告が、いくつもね、来たことがありますので、もしね、セキュリティアプリ入れている方がいらっしゃれば、削除かオフしていただければなと思います。ただね、この機能のオフだけでは、結構ね、このセキュリティアプリって、iPhone の中に、この VPN 接続とか、プロファイルの構成とかね、入っている場合もありますので、できればね、セキュリティアプリ入れているっていうぐらいなので、ちょっと恐怖感がある方が多いのかなと僕は個人的には思っておりますので、できれば X の DM とかね、LINE サポートとかね、そういったものをちょっと活用していただいて、しっかり僕もね、どういったセキュリティアプリ入れているとかね、どういう構成になっているのかとかね、確認させていただきながら、アドバイスをさせていただいて、操作していただくのが一番望ましいのかなと思います。ただ、ある程度ご自身でね、操作できるということであれば、セキュリティアプリを削除するとか、VPN とかね、その辺を一旦ね、ちょっと消していただいて、同じ問題が起きるのかどうかっていうのをちょっと確認してみてください。で、これらすべて、今ね、基本的なところ、プラス追加の対処方法的なことをね、この動画を通じて僕も発信しましたけれども、これ全部やっても全くもうどうしようもできないと、何も改善しないっていうことであれば、そうなってくるともういよいよ iPhone の初期化、で初期化をした上で iOS のバージョンをね、もう一度再インストールっていう風になってきます。で、今僕がお伝えしていることって、例えば Apple サポートに連絡を入れたとしても、ほとんど同じ、説明をされるんじゃないかなと思います。再起動とかネットワーク設定リセット、機内モードオンオフ、SIM カード抜き差し、SIM カード別の端末に挿すとかね。それらの説明、案内を、おそらく Apple サポートでも同じね、案内を受けると思いますので、あらかじめね、ご自身でやっておくことによって、何かのタイミングで、最終的にサポートに連絡するときには、これ全部やりましたっていうふうに言っていただければなと思います。そこで、サポート側で、これは iPhone 本体がもう故障ですねっていう判断をすれば iPhone の修理対応になると思いますし、もし iPhone 本体に特に何も問題ないですよってなったら、いよいよこれも iPhone の初期化っていう案内をされると思います。で、そこで初期化を実行するんですけれども、できればね、パソコンを持っている方であれば、パソコンで初期化をやっていただきたいんですが、初期化した後がね、一番重要なんですね。で、初期化した後に、皆さんね、バックアップデータがある前提で僕もね、話しますけれども、バックアップデータをこの iPhone 端末に復元せずに iPhone の初期設定をやってください。要は他のアプリのデータとかね、写真データとかも全部復元せずに、デフォルトのまま、もう Apple のもう最初の基本的な形、何もデータがない状態で初期設定を完了して、iPhone が圏外になるのか、ね、電波が立たないのか、それとも、利用できない状態なのかっていうね、同じ問題が継続しているのかどうかっていうのをちょっと確認してみてください。そしてもし復元せずに、ね、同じ症状が出なかった場合、いや、これ改善してるわってなった場合は、このデータに問題があるっていうことなんですよね。これはさっきの SIM カードを別の端末に挿すっていう、操作と同じで、今回は iPhone 端末、物理的に問題があるのか、それとも OS とかデータに問題があるのかっていうのを最終的に分けていくっていう作業です。なので、初期化した後にデータを戻さない状態で、まずこの iPhone のね、同じ問題が起きるかどうかっていうのをちょっと確認していただいて、もし同じ問題が起きるってなると、もうこれは本体が悪いっていうの、ある意味確定するんですよね。でもしここで、いや、これちょっと電波立つなと。
なんかちょっと改善してるなってなると、ちょっとデータに問題があるので、もうこのデータを戻しちゃうと、また同じ症状が出るよっていう風になります。なので最終的には iPhone の初期化をやっていただくことになるんですけれども、初期化した後、ね、データを戻さずにちょっとね、問題の切り分けをやっていただければなと思います。ただ僕の経験値で言うと、ここまでされるパターンっていうのは iPhone の圏外問題の時が非常に多いです。ね。で、真ん中で伝えたこの電波の状態が弱いとか、そういった問題を抱えている方って、意外とね、iPhone のケースとか、フィルムとかね、ガラスフィルムとかね、結構いろんなものが今発売されてますけれども、そういったケースフィルムを剥がすだけで改善したっていう報告もたくさんありますので、電波が弱い問題は意外とね、解決しやすいのかなと。あとは利用できなくなったっていう問題は、その SIM カードのところである程度改善する可能性が非常に高いのかなと思いますので、今バーっとね、お伝えした対処方法、一つ一つね、やっていただいて、最終的にはちょっと初期化という風になりますけれども、その時点でもし改善していないのであれば、コメント入れていただくか、直接ね、X の DM 相談とかを使っていただければなと思います。では今回の動画ではですね、最新の iOS17.4 アップデートした後に iPhone のモバイル通信が利用できない、または電波が弱くなったとか、iPhone が圏外になってしまった問題についての原因と対処方法をお伝えさせていただきました。一応僕のチャンネル、テックスタイルチャンネルではこういったね、不具合情報、対処方法とかね、製品情報とか、様々な情報を発信しております。今はね、今回のこのモバイル通信、こういった問題が発生していなかったとしても、今後ね、何かしら問題発生した時に、このチャンネルがひょっとしたら役に立つかもしれませんので、ぜひね、チャンネル登録の方していただければなと思います。では本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。